ここで加速トリガーを引くと、加速しました。プリミティアプレイヤーエールです。今回は水上バイクを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材と仕組みを使ってさらに速くしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはコンデンサーを使った加速装置を開発します。モーターにコンデンサーを近づけると一瞬で電力が空になりますが、複数のコンデンサの間に電気の流れを遅らせる薄い水晶を挟んでいても、なぜか水晶の遅延効果を無視して一瞬で消費されてしまいます。これだと加速できる時間が短すぎるので、水晶とトランジスタを使った遅延回路をつけることで、よし、これなら2秒くらいなら加速できそうです。これを好きなタイミングで発動することで加速しようというわけですね。加速用の回路はできたので、次は水上バイク用のタイヤを作りましょう。こんな感じでペアリングを利用して薄い古代の軽量プラスチックをぐるっと一周きれいに貼り付けていきましょう。よし、いい感じに貼り付け終わりました。こちらをもう一つ設計図機能で複製して2つのタイヤが回るように配線を取り付けました。こちらにバッテリーをつけると、ちゃんと同じ方向にタイヤが回ってくれています。これなら走ってくれそうなので、さらに私が乗るための運転席と操作するためのハンドル、バッテリーを8本追加しました。右のトリガーを引いて回してみると、なるほど、回転数は 350rpm くらいです。空気抵抗があるせいで最高速まで行きません。そこでバッテリーを4本追加して12本まで増やすと、480rpm の最高回転数で回ってくれています。さらにこちらに最初に作った加速装置を取り付けました。早速試してみると、左トリガーを引くとしっかりコンデンサから通電してタイヤが高速で回ってくれています。一度加速して電力を消費した後も走行用のバッテリーとつながっているので、加速装置を使わない間は自動でチャージしてくれています。チャージ中は電力が消費されるので、右トリガーでの通常走行が遅くなるみたいです。これで走行の仕組みはできたので、ついでに LED を使ったシンプルなヘッドライトをつけました。早速固定を解除して地面を走ってみると、ちゃんと走っています。でもちょっとした段差にぶつかるだけで壊れてしまいました。うまく右トリガーをカチカチしてスムーズに段差に乗ればいい感じにタイヤで前に進んで乗り越えることができました。でもやはり壊れます。次は水上を走ろうとすると、ぴょんぴょん飛び跳ねて壊れてしまいました。水上バイクなのに全然水上を走れませんね。そこで左右に雪を取り付けて水に浮くようにしました。しかしこちらは水に浮かせようとすると、あれ、吹っ飛んでいきました。どうやら複数の軽い物体でできたものを水に浮かべると謎の力が働いて吹っ飛んでいくみたいです。それでもタイヤを回しながら水に進むとかなり震えていますが、その震えを抑えつけてなんとか移動することができています。そのまましばらく移動しているとタイヤが軸から大きくずれて
壊れてしまいました。そして左トリガーを引いて加速してもすぐに壊れました。しかしここで謎の現象が起こります。ある程度バランスが取れた状態で前に進んでいるとき、右トリガーを離すと、なんとモーターが回転しないまま水上バイクが加速して静かに水面を滑るように移動しだしました。もちろんモーターを動かしていないので電力消費はゼロです。このまま永久に進んでいけるかと思いましたが、そううまくはいかず、途中でバランスが崩れて壊れてしまいました。それでも途中まではいい感じだったので、これで水上バイクは完成です。カメラの位置を固定して展開性能を見てみると、かなり軽量にできているおかげか私の体にしっかり追従してウィッグに方向転換することができました。なんとか車体を抑え込んで進みながら、ここで加速トリガーを引くと加速しました。その先が地面だったので、すぐに壊れず、坂を登ってジャンプしてから、その衝撃で壊れました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。右トリガーで進んで、着水後しばらくは、上下に激しく揺れますが、そのまま我慢していると、揺れが収まってきます。速度はだいたい秒速5メートルくらいですね。そして左トリガーを引くと一気に加速して秒速10メートルほどになりますが、すぐに壊れます。それから安定して移動している状態からトリガーを離すと、なぜか加速して静かに進んでくれます。多分タイヤが水中に弾かれる謎の力によってバイクが加速しているんだと思います。この時の速度は秒速12メートルほどとなかなか速いです。しかししばらく進むとバランスを崩して壊れてしまうので気をつけましょう。それでは最後はこちらの水中バイクに乗ってなるだけ遠くまで行ってみましょう。謎の力を利用した移動だとどうしても途中で壊れるので、右トリガーを引きっぱなしにして普通に進んでいきます。結構振動はありますが、なんとか壊れずに進み続けることができました。そしてここでバッテリーが切れて加速しようとしたところで、ちょうど地面に降り立つことができました。クルージングはここまでですね。それではたくさん水上を走ってお腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた水上バイクさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、